はい、今はですね、レッドバロンさんで納車手続きを終えまして、お金も払って、納車説明も受けまして、走ってます。ガソリンスタンドでガソリンも入れました。満タンに。一応今のところ立ちこけはないです。はい、それではこれから少し走ってみようかと思うんですけれども、皆さんこんにちは、ピッキオです。はい、先週に引き続き、XSR125 に乗ってます。先ほど納車終わりまして、ガソリンも入れまして、少し走ってみようと思ったので、今走って見てるところです。ちょっと慣れてきましたね。足の置くポジションも、私の場合ちょっとふくらはぎが太ってて大きいので、ステップがふくらはぎに刺さるもんで、ちょっと足の置き場所困ってたんですけれども、ステップの後ろがいいみたいですね。はい、それでは今からちょっと山の方に行ってみようと思います。どのぐらいパワーあるのか、またはないのか、ちょっと検証してみたいと思います。初インプレッションですね。今回ですね、山田さんが結構大々的に125シリーズの発表会をやってて、結構ね、話題になってますけれども、やっぱりね、XSR125 が一番人気みたいで、結構ネットでもニュースがいっぱい出てましたね。125シリーズ3兄弟のうち、大々的なマスコミを集めての発表会があったのは多分 XSR125 だけだったと思うんですけれども、いやー、すごかったですね。むちゃくちゃ押してるんですかね。ただこの車体の形自体は前から並行輸入っていうんですか、逆輸入っていうんですか、ちょっとわかんないんですけども、 XSR155 がインドネシアかなから輸入されてて、もう販売してるので、そんな目新しい車種でもないんですけれども、結構ね話題にはなってますね。でやっぱりね、前回乗った時も思ったんですけれども、やっぱり足つき悪いですね。だいぶ信号でストップ&ゴーすることでちょっとずつ慣れてきてはいますけども、片足だったら大丈夫かなっていう、不安はないかなっていう感じですね。両足はつかないです単足なので、ちょっと足の長さは測ったことはないんですけれども、両足だとつかないです。ツンツンです。つま先つくかつかないかぐらいです。あとシートが硬いですね。結構ね、こう座った感じ、本当に硬い、クッションがあんまりないような感じですね。でもずっと乗り続けてると結構お尻にしっくりくるシートですね。あんまり違和感はないですね。まだ長距離行ってないんで、そこら辺の感覚はちょっとわからないんですけれども、そのうち試してみたいとは思いますね。はい、あとトルクなんですけれども、乗るまではスタート時もたついたり演出したり結構するのかなと思ってたんですけれども、今のところ1回も演出はないですね。大型乗ってるとどうしてもね、少し乱暴にクラッチつないでしまうんで演出するかなと思ったんですけれども、ないですね。今ですね、金沢市内にある宇達山という山を登ってるんですけれども、やっぱり力ないですね。なるほど。問題なく登るのは登るんですけれども、そうですね、力ないですね。いやー、面白いな。そういうことですね。でも、うわ、これはダメだっていう感じでもないんで、普通に坂は登っていくんで、そこら辺は大丈夫だとは思うんですけどね。
こんな感じなんですね。まあまあ大丈夫ですね。それでは宇達山の上の方にある宇達山県民公園に行ってみたいと思います。軽快ですね。軽い。いやー軽い。はい、金沢市が一望できる、宇達山県民公園に来ました。今日はいい天気ですね。XSR も映えますね。最高の納車日になりましたね。はい、XSR125 なんですけども、ちょっと街中を走ってみて、思ったことなんですけれども、まあ先ほども何回も言ってるんですけれども、足つきはやっぱり悪いですね。まあでもまあ慣れてくれば、あんまり感じなくなるのかなっていうのは思いましたね。あとね、車角がやっぱり結構大きいですね。普通に125には見えないですね。先ほどレッドバロンで隣に 250TR の女性の方いたんですけれども、並んで止まってたんですけれども、どう見てもこっちの方が大きいバイクでしたね。いやー、まあエンジンだけ見るとね、大きさは全然違うんですけどもね。はい。で、もう一つ思ったことがあって、ちょっとブレーキの利きが弱いですね。まあレッドバロンの店長さんも言ってたんですけれども、当たりが出るまでは利きがちょっと弱いかもって言ってたんで、まあそれなのかなとは思いましたね。ちょっとそこら辺気をつけたいとは思います。そして、まあクラッチなんですけれども、ちょっとつながるポイントが遠い。これは離したときに、今乗ってる MT-09 に比べると、まあ今の MT-09 はレバー変えてあるんで、調整はできるんですけれども、ミートポイントがちょっと遠いような気がしますね。ちょっとそれが気になりましたけども、まあこれも乗っていくうちにそれなりに慣れていくのかなとは思いました。まあね、それよりも何よりも、やっぱりスタイルですね。スタイルが、いやーかっこいいですね。今年の、3月に初めて大阪モーターサイクルショーで見まして、まあでもその時はね、これ買おうとかすごいかっこいいなとか思ったわけではないんですけども、実はもう一つ今の現行の XSR900 のカスタムしたバイクが置いてあったんですけども、黒のそれが一番印象に残りましたね。まあそれはいいんですけども、その次に気になったのがこの XSR125 ですね。まさにこの色でしたね、置いてあったのは。で、隣にカスタムしたビキニカウルつけた、XSR125 あったんですけども、そちらもまあかっこいいとは思ったんですけども、まあ私の買った XSR125 はビキニカウルつけることはないとは思います。まあちっちゃいメーターバイザーみたいなのはつけるかもしれませんね。SSTR の時にゼッケンつけなくちゃいけないんで、もし来年 SSTR 出るか出ないか分かんないですけども、出るとしたらゼッケンつける場所ないんで、ちょっとつけるかもしれないですね。で、私の買ったこの XSR125 は購入時には何もつけてません。オプションはなしです。ヤマハに出てた、オプション類でこれつけなくちゃなとかこれつけたいなってものはなかったので、ブレーキレバーとかクラッチレバーはちょっとつけたいなと思いましたけど、まあとりあえずは現行このままで購入しました。でですね、確かローダウンできるんですよね、今回の125 3兄弟は。
ただXSR125 だけ、なぜか、ローダウンリンクがオプションに載ってなかったんですよね。で、最近話題になってるので、情報がすごい出てくるんで、なんとなく分かってきたんですけれども、情報、噂なのかななので、正確ではないかもしれないんですけれども、XSR155 海外版では、ローダウンリンクたくさん出てるんですよね。で、日本でどうなのかっていう、なぜ出ないのかっていうのは、これは、噂でしかないんですけども、正確かどうかはわかんないんですけども、もしローダウンリンクをつけて、3センチとか下げた場合、もし2人乗りすると、後ろタイヤがフェンダーに当たるらしいんですね。重たい人乗った時には。それで、オプションにローダウンリンクをつけてないみたいなことはネットに出てましたね。ただね、私2人乗りはしないんで、キャンプの時に重い荷物乗せるくらいなので、多分そんなことはないので、どうしても足つきが我慢できないってなった場合、ローダウンリンクつけるかもしれないですね。はい。あとは、デザイン的には気になってるので、そんなに交換する部品もないとは思うんですけれども、マフラーはちょっと変えてみたい気はしますね。もちろん純正オプションのアクラボビッチは、つけないです。皆さん分かってるかと思うんですけども、17万します。50万のバイクに17万のマフラーはちょっと手出ないですね。森脇さんとか、他にもいろいろ155用が出てるんで、それの認証で125通ったらつけてみようかなとは思ってます。いやー、気持ちいい日ですね。ちょっと風強いんですけれども、でも12月でこの暖かさ、めったにないんで、今日は本当に納車してよかったなと思います。これからどんどん乗っていきたいと思います。一緒にどこでも行きたいですね。デメリットもあるんで、高速とか、自動車専用道路とかは走れないので、そこら辺だけ気をつけるっていうことですね。そのためにも、スマホをつけれるようにはしなくちゃいけないですね。USB 電源つけて、スマホをつけれるようにして、走ってはいけないとこを調べながら走れるようにしたいと思います。はい、それではもう少し走ってみようと思います。もうちょっと山の方行ってみようかな。はい、走ってみてます。やっぱりね、ちょっとでも勾配があるときついですね。シフトダウンしないと登っていきませんね。あとネットでハンドルが遠いとか、広いとかねハンドルの幅が広いとかいう情報がすごい出てるんですけども、純正のバーハンドルはクソだみたいな出てますけど、あんまり感じないですね。逆にいい感じまだ 2,3 時間しか乗ってないんですけど、ちょっといい感じだなって思ってます。私は164センチしか身長ないので、男性としてはちっちゃい方なんですけども、ハンドルも遠いはずなんですけれども、あんまり感じないですね。他のバイクにそんなにたくさん乗ったことあるわけじゃないんで、比べようがないんですけれども、今乗ってる MT-09、ヤマハの MT-09 と比べると、ポジション的にはこっちの方が楽な感じはしますね。ど
なんでしょうかね。この半島が遠い。まあ確かに広いのは広いですね。広いとは思うんですけども、遠いっていうのはちょっとわかんないですね。はい、今3速で遡ってます。まあ、3速ぐらいにすれば、3速5000回転。全然大丈夫ですね。ぐんぐん登っていきます。まあ、ぐんぐんでもないかな。ちゃんと登っていきます。やっぱそうですね。結構、トルク足りないですね。4速5000回転です。いや、でも軽いんで面白いですね。頑張れ。5速にすると途端に力なくなりますね。まあ、大型よりも結構こまめにシフトチェンジする感じですかね。いやー、本当に楽しいです。はい、硫黄山スキー場まで登ってきました。リフトかかってますね。リフトかかってるんですけど、雪は全くないですね。今年はオープンできますかね。硫黄山スキー場はね、うちからまあ15分20分で来れるんでね結構昔は行ってたんですけどね、最近は暖冬でね、なかなかね滑れないんでね。はい、だいぶ山の方までやってきました。さすがに12月だけあって山は寒いですね。いやー、ちょっと寒いな。山の上の方は雪積もってますね。はい、ちょっとここから道が細くなってうねうねしだすので気をつけていきたいと思います。初日からこけたらシャレになりませんからね。8歩も多いし気をつけないと。ヘアピンカーブ。はい、少し山走ってみたんですけども、やっぱり軽いこともあるんですけども楽ですね。もうひらひらと走れますし、重さを感じることもないのですごく楽に走れますね。はい、今回は、納車の後に、少し走ってみて、その初めて乗ってみた感想をお話ししてみました。はい、納車の前に、少し懸念してた足つきだったり、パワーのなさはそんなには感じなかったですね。まあそれなりっていう感じでしょうか。それなりに、パワーもありますし、足つきもちゃんとしっかり足をつくことができますし、まあ両足は無理なんですけど安定していると思いました。まあだから結論ですね、まあ買うまでちょっと心配してたんですけど、まあ、買ってみて今のところですけどまた乗って1日目なんですけども、かなり満足してますね。もう逆に面白いなっていうくらいですね。これから乗っていくのが楽しみですね。まあちょっと遠出ができるかどうかがまた課題になってくるとは思うんですけれども、まあ、これで北海道行くとかなってくるとそれなりに考えなくちゃいけないことはあるんだろうとは思いますけども、まあね、でもね、ファンタ株とかで、北海道回ったりしてる人もいるくらいなんでね。あとね、まあ一番自分が距離走るイベントといえば SSTR サンライズサンセットツーリングラリーなんですけれども、まあ多分来年も開催されるとは思うんですけども、まあ私は日本海側住んでるんで、日本海側からまず太平洋側に行って、そこからスタートですね。太平洋側で日の出を見て、石川県の千里浜渚ドライブウェイまで帰ってくるみたいな
これが一番距離長いですね。去年はまあ一番最短で名古屋出発で SSTR やったんですけれども、今まで一番遠いところで言うと四国ですかね。四国徳島の方から、SSTR 出発して、千里浜まで帰ってきましたね。それは、MT-09 じゃなくて03だったかな。 MT-03 で、行ったんですけれども、まあ03は 320cc かな。 320cc あればもう十分高速も行けましたね。まあね、だからやっぱり高速乗って大丈夫っていう感じになるので、原付2種になると高速乗れないわけなんで、じゃあ高速乗らないで SSTR 参加した場合どうなるのかっていうね。四国からでもXSR125 でゴールすることができるのかっていうのがちょっと心配がありますね。まあ来年もしかしたら XSR125 で SSTR 参加するかもしれないですね。まあ09の方が楽なんですけどね09はもう本当に楽々帰ってこれるんでね。はい、ということで今回は XSR125 のファーストインプレッションの動画を撮ってみました。